堀江洋二さん、当時12歳。爆心地からおよそ 2.1 キロの三笹本町で被爆しました。怪我をしたために建物疎開の作業を休んで自宅で過ごしていた堀江さん。家は半壊しましたが、建物の陰にいたため熱線による被害を受けずに済みました。家族で母の実家がある上根峠を目指して避難。その後、行方不明の親戚を探して再び入った市内で見たのは悲惨な光景でした。爆発の瞬間まで何も分からず、恐怖さえ覚えなかったと当時を振り返る堀江さん。そんな原爆は二度と使ってはならない兵器だと堀江さんは訴えます。私と一番下の弟と両親ですね。真ん中の2人は学童疎開っていうんです。上根峠が上がった上の下根というところが母の里で、そこに疎開していたと。私の父がこの今三笹郵便局ですけど、やっぱり局長してたんですよ。でその時はあの年齢の人はみんな兵隊さんで部分行ってるんです。胸をやってるだから兵隊行かなくて、局長やってたんですけれど、私中学1年だもんで、前日までこの100メーター道路の突き当たりだろうと思うんですが、要は肘山言うとったですよ。そこの建物疎開の後片付けに行っててですね、あの当時は日曜日がなかったんだと思うんです。とにかくここは10日までの予定で片付けろと。でもし早く片付いたら残りは休みにすると。そう言われると我々は一生懸命休みになりたいと思ってやったと思いますけれど、要は瓦を兵隊さんがロープつけて家こかして、で後片付けをする人がおって、その瓦を指示されたとこへ抱えて運ぶという仕事をしてて、で私はその時にちょうど釘から板があって杭が出てて、それを踏んでですね、歩こうとすると痛いと、力が入ると痛いと。で休みたい言って親父おふくろに言ったらあれですよ、お父さんに聞くと。で母親が親父に聞いて、そうして休めということになって、郵便局だもんですから、こちらを南側とするならば、お客さんが南側に入り口があって、お客様ルームがあって、そして事務室があって、でその奥が局長室というか、親父がおる部屋だって。でその奥にそこ通り抜けた奥に縁側があって、で私はですね、その局長室と縁側の辺にですね、もう8月6日ですから暑かってですね、パンツ一丁でとにかく横になってたんですよ。そしたらものすごく鏡で照らされたような光ですよね。ちょうど鏡で大きな鏡でですね、照らされたような光をパッとこっちから南から、そしたら事務員さんが当時は女の人しかいませんから、女の人がキャーって言ってですね、局長室の方へ走ってきたんですよ。このガラスがですね
背中に突き刺さってたんですよ。でその縁側のすぐ縁側がここまであるとすぐそこに小さな空き地があったから、そこに私が防空壕を掘る言ってですね、穴を掘ったんですね。まあ私が掘ったんだから2メーターはなかったと思いますが、ところが穴を掘ってもですね、上に蓋をする柱になるものや板がですね手に入らないわけですね、その当時。それで蓋も何もなかったんですがね、私は事務員さんがここに転がっててキャーって言ったらすぐそこに飛び降りて、その中爆風が来た時はもう入ってたんですね。この壁がこう言ってるんですが、竹の壁がそのまんまがですねボタッとこう私の上を落ちてきて蓋になったんですよ。だから幕府が後から来たのがよう分かりますよね。ほんで落ちた後ですね、私の母親が「幼児や幼児や」って言うから私は「ここにおるよ」って言ってですね「ここおるよ」言うて何遍か言ったと思います。ほんで今の壁が結構重たいんですがね、隙間が当然あるわけですから、その横をこう押し上げてですね出て行ったんですね。母は2階に上がる階段を雑巾がけしょって、階段なのにどうして物が飛んできたんかしらん言うて、母がここ胸を打っててですね不思議がっとったですね。なんかあると痛いって言ってたですけれど。一番下の弟さんってどうしておられたか覚えてるんですか？あれはね母親について拭き掃除するからついて階段にいたんじゃないかと思いますね。だからあれは無傷だったんじゃないですかね。父が言ってたのは金庫があって、金庫が後ろお客さん向きに据えてあったから、その背中を向けて金庫のダイヤルを回してた時に原爆が落ちたんだって言いますね。父はなんか幕府から言ったら後ろ向いてたのにこの辺をガラスで怪我をしてて、こう頭から血はよく出るんだそうですね。非常に重傷みたいな感じだったです。一番軽傷だったんじゃないかと思う。うちの家は2階建ての家だったけど、2階の屋根は屋根いうか天井はなくなってた、青空になってたですからね。私はその時2階に上がってズボンを履いてですね、そしてシャツも着て、そしたら母親がお父さんの上着を投げて下へ落とせ言うから投げて落としたら、結局父はそれを着て来たんですけれど、それで裏へ出て北の方へ、裏が北側になります。で壁街道の方へ出て行ったら、ちょうど三滝荘っていう料理屋があります。そこのところが三滝の駅だったんですね。それでそっちの方に逃げようとしたんですけれど、こっちは関西駅が線路を狙ってくるからダメだっていう、警防団の方だと思いますけれど、言われるから太田川の方へ、大芝公園の方へ、今大芝公園は多少あると思いますけれどの方へ向かって逃げたら、こっちはそのちょっと上流に今でも NHK の送信塔があるんですね。でこう放送局があるから、あれを狙われるからこっちはダメだって言われて、どっちへ行きゃいいんだっていうような
いろんなとこで戦乱の時に住民がいろんな手ぶらの人もいるけどこんな荷物を持って逃げる人の集団が時たまテレビで映ることがありますが、ああこんなんだったなと自分では思いますけれど、ずっと逃げていって父もこの放送局よりちょっと手前だったと思いますが川で顔を洗ってきれいになって、そうしてとにかくひたすら歩いて、で私は古市橋よりもうちょっと向こう行った辺で土手が道路へ出る今の54号線の旧道へ出る道があります。でちょうどあそこに鐘楼鐘が叩く鉄骨のですね昔のやつがあるとこがありますが、あそこまで出た時に土手の家3軒目ぐらいだったと思うんですが、私が裸足でいるのを見てですね、おばあさんが履き古した「あなた裸足じゃ痛いけこれを履きなさい」言うて草履をもろうて、私はそこから草履を履いてしばらく行ったら今でもあるんじゃないかと思うんですが、旧道に緑になると思うんですが、いわゆる参道みたいなのがあって左側に神社があって、そこへですね誘導する人はいなかったと思うけど誘導されるようにみんな入っていって、そこでですね私は今でも覚えておりますが本当にいわゆる真っ白い銀飯ですよ。そのおむすびをいただいたの美味しかったのをよう忘れんですね。そうしてその時にこんな真ん中に2つぐらい穴が開いた乾パンっていうのがあるんですよね。それはこれぐらい入ってるんですかね、紙の袋、茶色のいわゆる今の寿命封筒みたいな茶色の袋にです、それにコンペイトーが3粒入ってたんじゃないかと思うんですがね、その頃はもうお砂糖も我々は見る機会もないような時代でしたから、私一つ食べて大事にしてて、逃げていって弟にやったと思いますけれど、コンペイトーが入った乾パンをもらったのをはっきり覚えてますよ。私の母親の里が上根峠上がったところだもん、ちょっと行ったところだもんで、そこが飛行場が作られてたんですね、その当時。それでそこへ行くトラックだったもん、それ乗せてもらって、その時トラックには私ら親子だけじゃない、もっと何人か乗ってた人で、私よりちょっと上の女の人がとにかく揺れれば痛い痛いって言ってた人がおられたけれど、あれ骨折かされてたんかなと思いますが、私どもが上根峠上がったとこで降りて、弟2人はそこへ疎開してたんですけど、で何もなかった。それでもなんか朝ピカッと広島の方で明るい光が光ったということは言ってた。母親の里へ行ったというのがもう6日の日の一日の。私の両親はもう7日の日に出てですね、ここの元柳町というところで母の姉が
の嫁ぎ先が田辺旅館だったんです。でそこへそれがもう旅館としてもう成り立たなくなってたんだと思いますが、廃業しておそらく7月の下旬ぐらいからですね、前日までですね、私の家を泊まって拠点にして宿屋でいっぱい物があるわけですね。布団とかいわゆる食器の類がいっぱいある。それを後片付けに私の家へ夫婦で泊まって行ってたんですね。それがその前日に限ってその主人の方の親戚の楽楽園の方へ結果的には泊まってたんですよ。けれどそれ連絡がなかったもんだから、私の両親にしたらその主人の田辺の方のですね親戚へ泊まってるんじゃないかと帰ってこんかったんだ。で生死もその時は分からなかったわけですから、結果的には今夫婦はいわゆる遺骨とかなんとかいうのは一切分からんじまいですよ。私はですね、だから9日の朝言うなれば上根峠を上がったあたりでトラックに父と母と乗せてもらってですね、トラックで新庄橋のところまで乗せてもらったんです。でそこから歩って自分の焼け跡をですねちょっとほじくり返して、もう何にもないテーブル開く折りたたみのテーブルある、あれが私の勉強机だったんです。その蝶子貝があったからですね、それを持ってしばらくあれしてたんです。でちょっと行くよって言われて、あとはこの今の平和公園の市民球場のなってる、今はもうなくなってますけど、大雑把に中がですね火葬場状態で兵隊さんがいっぱい来てですね死体処理をしてた。臭かったのは覚えてますね。匂いがやれんかったです。あれはいろんなとこ応援に来た人が焼いてたんじゃないですか。本川橋が落ちてたんですよ、爆風かなんかでこうなってる一番こっち側が落ちてたもんですからね。鮎橋を渡らんだ。鮎橋の橋のT の字のですねあれを降りてですね、今は公園できれいになってるところだと、ここらにですね男の人か女の人か分からんけど私は女の人だともう体ももう丸く腫れてて、丸くいわゆる銅鍋のような色って言ったらいいんですかね、赤銅色っていう表現なんか銅のような、それでもいわゆる体が丸く、それで子供を抱えていわゆるこういう状態でですね黒焦げじゃなかったですが膨れ上がった死体だったですけどあっこにあったですねあれは子供を抱え取られたから多分女の人だったんだろうと思いますけれども、天満町の辺からですね恋まで電車動いてたんですよ。天井の伝統のこの丸い輪っかがあるでしょ、あれが真っ黒なんですよ。生きた灰が真っ黒に伝統のところにあれにへばりついて真っ黒、それぐらいもう灰がいたですね。
原爆っていうのはある意味で恐怖がない爆弾だと思うんですよ。雨あられの爆弾とかですね、この辺りで炸裂して土が飛んでくるいうような、そんな恐怖は私らないわけですね。それは平和でなきゃね、煽りを受けるのはいわゆる一番下っ端の層ですよ。上の層はですね、それは後ろの方から追い行け上の方は光線だけれど、下の方は被害だけを受ける。使うた方が勝つんかどうかは知りませんが、もう使うたらダメでしょう。広島に落ちた爆弾だってこうしていまだに放射能云々言ってるわけでしょ。それが今もっともっと大きなものなんでしょ。それで一発使えば桁違いに大きなアメリカの国でもまあ破滅じゃないんですか。